トルコ有数の観光地イスタンブルは、かつてコンスタンティノープルと呼ばれたビザンツ帝国の都でもありました。イスタンブルといえば、教会建築の傑作でありながらモスクとなった歴史も持つアヤソフィア。活気とちょっとうざい客引きあふれるグランドバザール。映画インフェルノで登場したヤレバタンサライ。オスマン皇帝とその妻たちの居城トプカプ宮殿。新市街を見下ろすガラタ島などが有名ですが、今回紹介するのはテオドシウスの城壁です。何それ知らないという方も多いでしょう。ですが実はこれ歴史に残るすごい城壁なんです。1年の突貫工事で建造されたのに1000年間も都を守り続けていたんだから驚きです。それではそんなテオドシウスの城壁の歴史を振り返っていきましょう。そもそも地震で壊れた城壁はテオドシウス2世が作らせた2代目でした。初代はコンスタンティヌス帝によって建造されましたが、2代目より長さが短く、都が大きくなったため作り変えられました。2代目も地震でかなりの被害が出ましたが、なんと60日の突貫工事で復旧し、さらにリノベーションもされました。丈夫な石灰岩で建てられたこの城壁は、大砲の出現まではあらゆる攻撃に耐えることができました。そして今回のリノベーションで三重構造に変身。堀を抜けても第一の壁、第一の壁を越えても第二の壁、さらにその先には第三の壁が立ちはだかるという鉄壁ぶり。そんなこの城壁を突破しようと帝国のライバルたちはチャレンジを繰り返します。東のペルシアと同盟してコンスタンティノープルを取り囲んだ遊牧民族アバール人でしたが、結局城壁を破れず敗北。それ以降彼らは周りの信頼感も失って表舞台から去ります。次にイスラーム帝国も城壁を越えられませんでした。この時預言者ムハンマドとも面識があったアイユーブが殉教し、後々遺骨が発見され、そこには今モスクが建っています。さて、コンスタンティノープルを襲った第4回十字軍は城壁越えを諦め、海から攻め込み、見事コンスタンティノープルを陥落させました。ですが城壁は無傷のままです。ところが、オスマン帝国が台頭するとビザンツ帝国を徐々に追い込んでいきます。ご覧のように1400年代半ばにはビザンツ帝国にはわずかな領地しか残されていませんでした。そして1451年にメフメト2世がオスマン皇帝として即位。彼には大きな野望がありました。コンスタンティノープルの征服です。教育係の大宰相に向かってコンスタンティノープルを指さし、あの町をくださいと言ったという逸話は有名です。それ以降、当時最新兵器だった大砲を製造させたり、コンスタンティノープルの近くに要塞を築くなど、着々と征服の準備を始めます。と、話はどんどん面白くなるわけですが、今回は城壁の話なので、また今度の機会に。結論から言うと、大砲の力もあり、城壁に傷跡を残した上、オスマン軍はついに城壁を突破しました。しかし有名な逸話によると、城壁を壊したからではなく、ビザンツ側の鍵のかけ忘れがきっかけで都は陥落したといいます。皆さん、くれぐれも鍵のかけ忘れにはご注意を。